星空のパン屋と魔法の動物病院。星空のパン屋は古びた小さな建物でした。夜になると、その屋根からは星座が見え、パンの香りが漂っていました。店主の名前はエリオットで、魔法の森では彼は魔法のパンを焼くことで有名でした。ある日、ナナコは偶然の導きで星空のパン屋を見つけました。エリオットは彼女を歓迎し、店内に案内してくれました。棚には不思議な形をしたパンが並んでいました。青い星型のパン、虹色の螺旋パン、そして月の形をしたパンがありました。どんなパンがいりますか？と彼は尋ねました。ナナコは懐かしい思い出のパンと答えました。エリオットは微笑みながら一つの青い星型のパンを手渡しました。これは海からの演奏を思い出させるパンです。食べると波の音楽が聞こえ、海風が吹いてくるでしょう。ナナコはそのパンを購入し、家に戻りました。夜になると星空を見上げながらパンを食べました。確かに海の音楽が聞こえ、星座が輝きました。その夜、ナナコは夢の中で海の中を漂い、星踊り地が輝く空を飛びました。目が覚めると、彼女は星空のパン屋の向かいにある魔法の動物病院に向かいました。そこでは、病気の動物たちが魔法の治療を受けていました。翼を持ち星座を駆け巡るウサギ、空を飛ぶ猫、そして世界の平和を守る犬がいました。看護師たちは優しく魔法の薬草で動物たちを癒していました。ナナコはウサギに話しかけました。星座の秘密を教えてもらえますか？ウサギは目を細めて言いました。星座は私たちと地球をつなぐ魔法の糸です。それを解くことで未来を知ることができます。でも、それはあまりにも危険です。ナナコはウサギの言葉を心に留めました。星空のパン屋と魔法の動物病院は、彼女の人生に不思議な冒険の扉を開いたのです。ナナコは魔法の世界に引き込まれていきました。彼女はやがて妖精の動物看護師ナナに劇的に生まれ変わる不思議な魔法冒険の旅が始まったのです。魔法の森への旅。ナナコは星空のパン屋と魔法の動物病院での出来事に心を奪われ、もっと魔法の世界を知りたいという強い願いを抱くようになりました。ある日、エリオットから特別な招待状が届きました。それは魔法の森への旅の招待状でした。ナナコ、君の心の中にある冒険心が目覚めたようだね。魔法の森で新たな仲間と出会い、さらなる秘密を解き明かしてほしい、とエリオットは手紙に書いていました。ナナコは興奮しながら準備を整え、魔法の森へと向かいました。森の入り口には巨大な古代の木が立ち並び、その葉は虹色に輝いていました。森の中に一歩足を踏み入れると、周囲の空気が一変し、魔法のエネルギーが満ち溢れているのを感じました。新たな仲間との出会い。森の奥深くに進むと、ナナコは不思議な生き物たちと出会いました。まず最初に出会ったのは、話すことができるフクロウのホルスでした。ホルスはナナコに森の地図を渡し、彼女を案内することを申し出ました。この森には多くの秘密が隠されている。君が探している答えは、
森の中心にある知恵の泉にあるだろうとホルスは言いました。ナナコとホルスは旅を続ける中で魔法の力を持つユニコーンのルミナと出会いました。ルミナはその角で傷ついた動物たちを癒す力を持っており、ナナコに魔法の使い方を教えてくれました。知恵の泉の試練。ついにナナコたちは森の中心にたどり着きました。そこには美しい泉があり、その水面には星々が映し出されていました。しかし泉に近づくとナナコは突然謎めいた声に呼び止められました。知恵の泉に触れるには心の純粋さと勇気が試される。君はその試練に立ち向かう覚悟があるかと声は問いかけました。ナナコは深呼吸をし心を落ち着けました。私はこの冒険を通じて多くのことを学びました。試練に立ち向かう覚悟はできていますと答えました。泉の水に手を触れると、ナナコの心の中に無数の星々が広がり、未来のビジョンが見えました。彼女は自分が妖精の動物看護師ナナとして魔法の世界で多くの命を救う姿を見ました。新たな使命。試練を乗り越えたナナコはエリオットの元に戻り、彼に感謝の言葉を伝えました。あなたのおかげで私は自分の使命を見つけることができましたとナナコは言いました。エリオットは微笑み、君の冒険はまだ始まったばかりだ。これからも多くの試練と出会いが待っているだろう。でも君ならきっと乗り越えられると励ましました。ナナコは新たな使命を胸に魔法の世界での冒険を続ける決意を固めました。彼女の心には星空のパン屋と魔法の動物病院での思い出がいつまでも輝いていました。